いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはジグヘッド、アジング編を紹介いたします。アジをジグヘッドと呼ばれる重り付きの針で狙うこの釣りはジグタンとも呼ばれます。ロッドやリールと同じくらいジグヘッド選びも重要です。今回のジグヘッド、アジング編を学ぶことによってアジングを初めてする方はもちろん慣れている方にも初心に戻れる内容となりますので、ジグヘッド選びの参考にしてください。最後までよろしくお願いいたします。今回紹介するポイントは次の5つになります。形状、ゲイブ、シャンク、素材、重さ、この5つについて解説いたします。形状について解説いたします。形状とはジグヘッドの重りの部分の形のことを言います。形状は主に次の3種類があります。ラウンド、丸型、バレット、円柱型、矢尻、円錐型。ラウンド、丸型は最も基本となる形状です。潮の抵抗を受けやすく、ジグヘッドに存在感を与えることができます。ただ巻きで狙い体操をキープしやすく、またフォール姿勢も安定しています。リフト&フォールで食わせる釣りにも向いている万能タイプです。初心者の方はまずラウンド、丸型の形状でジグタンの釣りに慣れるのがおすすめです。バレット、円柱型はただ巻きなど巻いている時の姿勢の安定性に優れています。ゆっくり巻くスローリトリーブや非常にゆっくり巻くデッドスローが効果的な時におすすめです。潮の抵抗は受けにくいため、軽いジグヘッドでの操作感はラウンド、丸型よりも劣ります。矢尻、円錐型は潮の抵抗を受けにくく、ダートアクション、素早くロッドを煽る動きが得意な形状です。浮き上がりにくく、ボトムで大きなアピールをする際におすすめです。フォール姿勢は安定しないため、リフト&フォールの釣りには不向きなタイプとなります。ゲイブについて解説いたします。ゲイブとは、針の軸と針の先端の間の距離のことを言います。ゲイブは次の3種類があります。オープンゲイブ、ノーマルゲイブ、クローズゲイブ。オープンゲイブは針先が外側を向いています。吸い込みやすく、アジが口からワームを吐き出そうとした時でもフッキングしやすいようになっています。アジはホールの時には頭から食いつくと言われているため、リフト&フォールの釣りにおすすめです。ノーマルゲイブは針先がまっすぐ前側を向いています。どんな捕食にでも対応しやすいオールラウンダーです。クローズゲイブは針先が内側を向いています。ワームに後ろから食いついてきた時にも違和感を与えにくい特徴があります。リールを巻いている時は後ろから食いついてきやすいため、ただ巻きの釣りにおすすめです。シャンクについて解説いたします。シャンクとは、ジグヘッドの針の根元から針先へ折り返していくところまでの部位のことを言います。シャンクは次の2種類があります。ショートシャンク、ロングシャンク。ショートシャンクはフックのまっすぐな部分が短いタイプです。フォールの釣りの際は、アジはワームの頭から食いつくことが多いと言われています。シャンクが短い方がフッキングしやすいので、リフト&フォールの釣りにおすすめです。ロングシャンクはフックのまっすぐな部分が長いタイプです。リールを巻く釣りでは、アジは後ろから食いついてきやすいと言われています。アジの口の中に針先が入りやすいロングシャンクがフッキングしやすいため、ただ巻きの釣りにおすすめです。素材について解説いたします。
素材とはジグヘッドの重りの部分の素材のことを言います。素材は次の3種類があります。錫、鉛、タングステン。錫はこの3種類の中では一番比重が小さく、フォールスピードを遅くしたいときやワームを漂わせたいときにおすすめです。鉛は一般的なジグヘッドのほとんどが鉛でできています。値段も安くオールラウンダーとして活躍します。タングステンはこの3種類の中では一番比重が大きく、他の2種類と比べて高価です。大きさは小さくても重さがあるため、風や潮の抵抗を受けにくく、ジグヘッドの大きさを変えずに遠くに飛ばしたいときや沈む速度を速くしたいときにおすすめです。重さについて解説いたします。重さとはジグヘッドの重りの部分の重さのことを言います。重さの種類は様々なものがありますが、アジングで使用する範囲は一般的に 0.2g から 3g の範囲内が一般的です。基本的には 1g を基準として考えて、はじめはプラスマイナス 0.5g 程度の3種類あれば、いろいろなシチュエーションに対応できます。軽いジグヘッドの特徴です。フォールスピードを遅くする。移動距離を抑える。緩い潮に乗せる。近距離を丁寧に探る。ショートバイト対策。水面や表層を狙う。静かに漂わせる。ワームとの重さバランス調整。重いジグヘッドの特徴です。沖にできた潮目を攻める。探る範囲を広げる。流れが速い潮流に対応。深場のレンジを探る。風対策。速い動きで誘う。引き抵抗を増して波動を出す。今回のまとめです。今回紹介した内容をまとめてみました。ジグヘッドの種類は多く、形状や重さなど様々なものがありました。しかし、初めてアジングに挑戦されてみようと思われる方は、どれを選べばいいのかとても迷ってしまいます。アジングでよく使うアクション、ただ巻きとリフト&フォールで効果的な種類を赤で表示してみました。初めてジグヘッドを購入しようと思う方へ、実際のイメージはこのようになります。ラウンド丸型、オープンゲイブ、ショートシャンク。このような形のジグヘッドを見つけたら 0.5g、1g、1.5g の3種類は持っておきたいですね。今回の授業は以上となります。ジグヘッドアジング編の授業が超過アップの手助けに少しでもお役に立てれば嬉しいです。釣りって学べるは釣りの SNS アングラーズにて超過情報などを皆様と情報共有をさせていただいております。リンクを説明欄に貼っておりますので、動画と合わせて一緒に釣りを楽しんでいけたら嬉しいです。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける釣りの授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。
この動画がいいなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。